2021年4月7日、5チャンネルにこんなスレが立った。26歳高卒工場勤務やがあと40年以上ここで働くのかと思うと絶望する。転職がはかどる資格とか教えてくれ。早速スレを見ていこう。あまり難しくないやつ。かわいそう。同情するなら養って。頼むで人生の先輩の皆様方。普通運転免許を取るとはかどるで。それはもう持っとる。SEY と交換しようや。10年後にはロボットに置き換えられてクビになってそう。いやや。もう8年も働いたんやから諦めろや。やだもうこの仕事やりたくない。500時間程度の勉強でコスパいいのは宅建士。2000時間程度使えるなら圧倒的 USCPA。資格間に合わいからのアドバイスや。今何の工場？宅建。大卒の資格。26で工場勤務はもう未来ないからあがいても無駄やで。お金貯めてる？ 200 万くらい。人生にリセットボタンはないが電源ボタンはある。そういうことや。子供作っても意味なくない？ USCPA は大卒限定やったわ。すまん。宅建士でいいんじゃね？仕事はクッソハードやけど実力さえあれば高年収狙える世界や。とりあえず通信大学でもいいから大卒資格取った方がいいとマジレスしとく。さすがにこの年で大学は手遅れやない？学歴ってタダで入るもんちゃうからな。それなりの金と時間使うこと考えたら元は取れないやろね。ぶっちゃけ既卒の25歳よりチャンスあるやろ。日本は新卒以外気違い見る目やから。いやいや、そもそも通信大卒が普通の大卒と同じように新卒就活に参戦できるもんなんか？ああ通信か。オンライン化してるから平気。公務員目指せばいいのでは？山パンか？社長一致、今何時や？それから月曜からグエン君雇ったから君は今月までね。理系でコスパいい資格教えてくれや。YouTuber やれよ。Y も同じ感じや。親の最後見届けたら生ポもらって無職になるわ。工場勤務ならいっぱい資格持ってるだろ。手遅れとか無駄なあがきとか言わんでくれ。宅建か。でもお前の口癖別にやりたいことないしなやん。なんで知っとるんや。別に手遅れでもないだろう。経済的に元を取るって観点だと確かに良くはないだろうが。今後働きやすい職場探すのなら大卒はあった方がいい。金のために働いてるんやから文句言うな。仕事が好きで働いてるやつなんざおらん。どうせネタやろうけどここで相談してる時点でおかしいわ。身の回りの信頼できる人間とかエージェントにでも相談に行けよ。YouTube 始めて稼げ。工場20年目や。Y みたいにはなるな。生きる資格は誰にもある。覚悟決めた方がええやろ。Y の工場はこんな危険じゃないな。これ奇跡的に1名を取り留めたらしいな。3つ目は生きてそう。一つ上発注元を狙うか、発注元の他会社か、同じ工業団地内の条件のいいところ探すか、他の会社を調べないでこの年まで知らないで、資格に頼る時点で負けてる。資格なんてなくても自分が興味あるジャンルの営業でええやん。ジャンソーのメンバーいいよ。派遣でしか行ったことないけど。工場で働いてる人って皆顔死んでんだよな。本当にやりたい仕事なんかそれ。感情的に働くとあかん職種やから正解なんやない。利益を出すことを突き詰めたのが工場や。金さえもらえればそれでいい。金のない工場は潰れて構わんが、一致の一番の目的はより良い職場に就くことなんだろ。なら大卒は取っとけ。中途の就活でも高卒と大卒はマジで待遇違うから。あとは社福精神保健福祉あたりの基礎単位を大学で取っておけ。食いっぱぐれのない資格だからなるならないはともかく後から資格を取ろうと思った時すぐ取れる。公務員でええやろ。今回みたいなコロナの不況とか関係ないで。高卒枠だと年齢制限で受けれなくないかな？国家公務員でええやろ。看護師とか医療系の大学出るといいんじゃないのかな。大卒資格欲しいけどいくらかかるんの？ Y トヨタ系の工場勤務やけど将来性ゼロやから恐ろしいわ。でも行動力もゼロやから何もできん。厳しいな。やめて大卒取っても30超えるとアウトや。Y は介護で生きることに決めたわ。5チャンネルじゃバカにされる価値観やが仕事にやりがいって絶対必要よな。Y は28歳年収400で工場勤務や。世間的にはどうなんや？高卒の兵隊君。400あれば立派やろ。年収500いけば結婚できるから勝ち組やろ。500切ると途端に結婚できなくなる。引率で大手メーカーの技術系総合職務め Y よりもらってて草。サービス料でクソみたいな対人ストレス抱えて400万もらうよか。工事で400万の方がずっと勝ち組。Y は一生ここで働くしかないのか。一生働けたらいいな。10年後はわからんぞ。ゼロからの通信大学なら400万、もっと見積もって500万はいる。安くはないがバイトしながらなら決して不可能な額ではない。放送大学なら70万だぞ。高卒でずっと勤めてたんならそろそろリーダーになったり配置転換もあるだろうに。もったいないな。ならない発達障害でミスばっかしまくってライン作業しか任せてもらえてない。なら大学出ても厳しいな。他部署との調整とかできなそうやね。そりゃしゃあないけどその程度なら資格取って転職とか無理や諦めろん。ライン校のやつとかって合コンとかで仕事言うとき恥ずかしくないの？万のものも結局金が欲しいんや。家に金さえ入れとけば世間体なんざどうでもええ。合コンで毎回貯金額公表してるってこと？ LINE こうやってますって合コンで言うか？大体メーカーの名前言うやろ。業務内容までは興味ないねん。実はフリーランスよりモテるぞ。長年工場は生真面目イメージがある。
目くそ鼻くそで草。仕事しかしてないから苦しいんやろな。これのために稼ごうっていう目標ができると変わるで。大学院卒業。工場勤務のイメージ悪すぎて草。自営業やな。土方一人親方とか暮らししとるで。大手工場は給料いいけどきつい。大手はどこもトヨタの機関工並みにきついよな。マジで工員は機械扱い。工場みんなまったりみたいなイメージで来るとほんま死ぬ。資格取るなら電検か宅検やろな。機械動かして眺めてるだけや。なのに技術がどうの成長がどうのって意味わからん。すまんわいは一致とは別人や。ID かぶった。医師免許取るとはかどるで。あるいは弁護士資格とかどうや。あのさ、僕26歳高卒。医大行けばええやん。もう君黙って。じゃあ一生工場におるんやで。医大にも入れないようじゃ話にならん。ID 消えてますよ。移動したけどもう辞めたいわ。畑違いのところに行ってもう1年やってくれたら正社員に登用するからって言われても持たんわ。悪いけどあと1年だけおぎりでやってお別れや。基本情報取って IT の世界へ GO や。未経験業種に転職すんの26とかからだんだんむずなるで。まあそもそも不動産屋行くなら宅建すらいらんけどな。中説の読み上げなんて事務員にやらせればいいし成績が全てよ。テックアカデミーなら大丈夫やで。工場勤務は何 J が思うほど満受け悪くないで。年収450あれば普通に結婚できるし。大学行きたいなら国立の夜間理系行け。今もあるかわからんが京都高専か徳島大学の夜間工学部があったはずや。夜間言うても始まるの18時とかやからホワイトしか無理やろ。社会人なら仕事辞めて再入学か通信しかないわ。派遣かパートしか無理やな。理解ある職場で稀に高卒従業員を会社の金で夜間に送り出すところあるけど。薬学部とかはどう？時給2000、3000でバイトたくさんあるっぽい。26歳が未経験から学び始めていけるもんなん。エアプじゃなくてガチの経験者の意見が欲しい。工場やで離職はな。辞めた後の仕事の方が絶対辛いやろ。仕事というより対人関係が辛い。30前後で新しい職種に飛び込むのも相当苦しいで。年下に出席されたり陰でどこから来た人って色々言われる。人と関わらんまともな仕事なんぞないで。カウセラで大卒資格取るんや。海外の大学名かけるからはったりかませるで。薬学部の卒業率と国家試験合格率調べてから進めろよ。仕事を決めてから資格を選ぶんやで。警官おすすめやで。試験簡単やし安定したそこそこの給料もらえるからな。なお警察学校。Y の同級生残業195時間やってる聞いて絶対やらん思ったわ。Y に正義感などない。刑事とかならそうなるけど交番のおまわりさんならそんないかん。一致は手付けする系の工場勤めか？ Y も高卒やけど同僚の商社入って転職してメーカー総合職になったで。現場知っとる人間やったらその知識で営業無双できるはずや。いや食品や、終わりやな。てか工場で単純作業やってた通信大卒30歳じゃ展望ないやろ。自己満足的には大いに役立つやろけど。そもそもここでアドバイスしてるやつも大半ニートだからその無意味さに気づいてないわけよ。ここで質問してる一致もやばいし。似たような年齢でコロナの影響で休職中やけどゲーム的や幸福な人生やから楽やぞ。今は簡単に情報手に入るから他人と比較する人が多いけどそれに何の意味もない。不動産の営業やれ営業。実力主義の世界に飛び込むんや。工場って思った以上にスキル身につかんよな。身につけなくてもできるようにしすぎ。利益出すためにありとあらゆる工数削ってるからな。逆に他業種がいかに無駄な工数かけてるかわかる。そしていかに工場に搾取されてるかもわかる。工場ラインや単純作業だけじゃないやろ。Y のところは製品の検査や耐久試験とか色々あったぞ。昔はそういう仕事も任されてたけどミス連発してライン作業しかさせてもらえなくなった。ミス連発は自分の実力やからしゃあないわ。Y も工場に営業行くまでそう思っとったが完全理系の世界やな。そこまで人と関わりたくないなら夜景でも目指したら？何にせよここで長話したところでいらない不安が増えていくだけだよ。もしどうしても人間関係が辛かったら今すぐ辞めて同じ工場系に行け。それが最善や。工場勤務っていうキャリアがあるわけやしな。最悪フォークリフトを動かせたらどこかしらには転職できるぞ。フォークリフトの資格なら持ってる。一次産業、市場、物流が君を待っとるで。オペレーターって技術とかに上がれないんか？人集めみたいな派遣なら関係薄いで。みんな休憩も昼もスマホばかり。生活保護の申請行け。Y 機械工学科の学生なんだけど卒業してメーカー入ったら工場勤務させられるん？できれば東京のオフィスで働きたいんやが。残念ながら現場行きやでなんで大卒なのに現場で仕事せないかんのや。ほんま文系言っとけばよかった。俺の工場も一緒に入った大卒の営業の人最初の1年くらいは同じ現場で働いてたよ。もう辞めたけど。最初数ヶ月は現場研修みたいな感じの会社多いと思うぞ。メーカーってそういうもんやろ。Y の理系友人も科学トップのメーカー入ったが群馬行かされて泣いてたぞ。むしろ同じ職に就きたい。ああほんまどうしよう。前職はクソブラックやったから1年で辞めたっていうのが一番やけど、本当は営業職に心の底から向いてなくて適性なかったんよな。やけど、求人見ても基本営業職しかないみたいやし事務職という TM たちは将来性ないから辞めとけって話やし、
やっぱり何もスキルのないフラン文系は営業職しかないのか。確かに工場勤務は後々何十年後かしたら後悔しそうやねんな。営業事務現場と色々やってきたけど一番イメージ悪かった現場が一番効率化されてたわ。デスクワークの報告書や提出書類なんて自分たちで仕事増やしてるようなもんやったわ。新卒1年目で辞めちゃってから1週間経ったけど、何もしてない。日頃のストレス解放された勢いずっとゆったりしてた。これやばいよな。これからどうしよう。とりあえず何社か転職エージェントとの面談したけど、自分がこれからどういう仕事したいか自己分析しないと書類も作れないやろし。ハロワで求人探すべきなのか。はあ、もうこれからどうしたらいいんやろ。新卒1年目で辞めた経歴ほんま重いよな。マジで SES かアウトソーシング系しかエージェントも紹介してくれない。そもそも1年しか勤めてみから、職務経歴書もマジで書くことないし積みまくってる。長期有給インターンの自社開発行って実務積んで転職会員進む。SES？ 自社開発や。インターンから正社員登用は割と簡単にいけるで。ほぼ東京限定やけど。SE 関係、頭悪いけどいけるんかな？どういう力いるんや。そら気力やで。最初は群馬でもどこでも見た方がええよ。現場知らん奴は上行ってもバカにされる。ああもう休憩時間終わりや。現場戻らない。ありがとねバイバイ。俺も似たような境遇だわ。26高卒から大学ってどうなん？行ったことないからわからないけど普通に浮く感じなの？就活しようにもどこもかしこも大卒以上で募集してて介護運送接客ぐらいしかなくて積んでる。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に意見のある方や、共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。5チャンネル工場勤務スレでは、工場勤務者や転職者等に向けて、工場勤務に関するスレッドをまとめて投稿しています。興味がある方や、工場についてもっと知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。